夜の公園に少女の叫び声が響いていたのだ。6人の少年たちはその声を聞きながらも笑い合っていたのだ。被害者の男性はすでに取り押さえられ、仲間から引き離されていたのだ。彼が再び恋人と言葉を交わすことは二度となかったのだ。6人がかりでカップルを狙ったの？しかもこの夜が初めてではなかったのだ。同じグループは数時間前にも別のカップルを襲い、金品を奪って暴行を加えていたのだ。そして彼らが2人を解放しなかった理由はただ一つ、自分たちの犯行が警察に知られることを恐れたからなのだ。口封じのために2人は命を奪われたのだ。逃げられないようにしてから殺したってこと？なぜ少年たちはそこまでできてしまったのかしら。この事件が世間を震撼させたのは、加害者たちが口封じという冷酷な計算のもとで2人を殺したからだけではないのだ。犯行に及んだ6人のほとんどがまだ10代の少年少女だったのだ。10代でここまでのことを？どんな人たちだったの？まず被害者について話したいのだ。男性の X さんは当時19歳、女性の Y さんは当時20歳で、2人は交際中のカップルだったのだ。 X さんは地元の工場に勤める働き者で、休日には恋人と出かけることを楽しみにしていたと知人は語っているのだ。 Y さんは明るく面倒見が良い性格で、友人たちから慕われていたそうなのだ。ごく普通の幸せなカップルだったのね。1988年2月23日の深夜、2人は名古屋市緑区にある大高緑地公園の駐車場に車を止めていたのだ。冬の夜、人気のない広い公園の駐車場は街灯の明かりがまばらに落ちるだけだったのだ。そこへ K を中心とした6人グループが近づいてきたのだ。 K は事件当時19歳で、山口組系弘道会傘下の園田組構成員だったと報じられているのだ。暴力団の構成員が10代の少年少女を引き連れて動いていたってこと？そうなのだ。 A は17歳、他にも少年1人、少女2人、成人男性1人が加わっており、全員が園田組を通じてケイとつながっていたのだ。彼らはすでにその夜、近所不当で別のカップルに組を次々と襲い、暴行と強盗を繰り返していたのだ。被害者の2人を狙ったのも同じ夜の延長だったのだ。グループは駐車場で車を取り囲み、抵抗する間もなく2人を引きずり出したのだ。計画的というより、その夜すでに暴力のスイッチが入った状態だったのね。K を除く男たちが Y さんに暴行を加え、X さんはケイト A によって別の場所へ連行されたのだ。2人は完全に引き離され、互いの声も届かない状況に置かれたのだ。この後、事態は急転するのだ。ケイト A は X さんを愛知郡長久手町の宇塚公園墓地へ連れ込んだのだ。深夜の墓地、足元には霜の降りた土、周囲には一切の人の気配がなかったのだ。ケイト A は縄状のものを X さんの首に巻きつけ、両端から引いたのだ。X さんは必死に抵抗し、両手に抵抗の跡が残っていたと報じられているのだ。やがてその手の力が抜け、体が地面に沈んだのだ。ケイト A は X さんの死亡を確認すると、墓地の一角に遺体を放置して立ち去ったのだ。2月24日の未明、まだ夜は明けていなかったのだ。胸が張り裂けそうな思いがするわ。 X さんが殺害された翌日、残された Y さんもまた連れ出されたのだ。2月25日の未明、グループは Y さんを三重県阿山郡大山田村の山中へと運んだのだ。 Y さんの首にも同じように縄状のものが巻かれ、絞殺されたのだ。遺体は深い山中に遺棄され、雪混じりの冷たい土にうずもれるように横たわっていたと伝えられているのだ。2人とも本当に理不尽な死に方をさせられたのね。次に加害者グループについて見ていくのだ。批判の K は事件当時19歳で、1986年頃から山口組系弘道会内園田組の構成員となっていたのだ。 K の周囲の人間によると、幼い頃から家庭環境が不安定で、早い段階から不良グループと行動を共にしていたそうなのだ。組に入ることで居場所を得たと語っていたと伝えられているのだ。従来で反社会的組織に入っていたの？それが今回の事件に直結しているわよね。 A や B も同じ園田組を通じて K と知り合い、グループを形成していったのだ。少年たちは組の論理の中で暴力を肯定する価値観に染まっていったと報じられているのだ。事件前にもグループの暴力的な素行を知っていた近隣住民がいたそうなのだ。ある住民は、あの子たちはいつか大きなことをやると思っていたと後に語っているのだ。周囲が気づいていたのに誰も止められなかったのね。逮捕後、K は当初黙秘を続けたと伝えられているのだ。しかし共犯者の自供が相次いだことで、3月上旬には遺体の場所を特定する供述を行ったのだ。 K の供述態度について捜査関係者によると、反省の言葉よりも発覚を悔やむような言動が目立ったと語られているのだ。少年法の規定により家庭裁判所に送致された後、逆送致を経て名古屋地裁で裁かれたのだ。少年であっても逆送致されて成人と同じ刑事裁判を受けたのね。少年法では
刑事処分が相当と判断された場合に検察官へ送致する逆送致が認められているのだ。今回はその重大性から全員が逆送致の対象となったのだ。裁判の結果、主犯ケイト・エイには無期懲役が確定したのだ。共犯の男2人には懲役13年、少女2人には不定期刑がそれぞれ言い渡されたのだ。最も重い責任を負うべき人間にそれ相応の刑が下ったのね。でも被害者の2人は戻ってこないわ。この事件は同年に発生した女子高生コンクリート詰め殺人事件とともに少年による凶悪犯罪として社会に深刻な衝撃を与えたのだ。なぜ少年たちがここまでの凶行に至ったのか、そして社会や組織の何が彼らを生み出したのか、次のパートで僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。ここからはこの事件の構造的な問題について僕の考えを話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず考えたいのは主犯刑がなぜあれほどの暴力性を持つ人間になったかということなのだ。彼は10代のうちに山口組系の組織に加わっているのだが、そこに至るまでの家庭環境や幼少期に何か決定的な分岐点があったと思うのだ。従来で反社会的組織に入るってそれまでの生育環境が相当に荒れていたということよね。学校や家庭で誰も手を差し伸べられなかったのかしら。僕はそこが確信だと思うのだ。暴力や支配を力の示し方として学んでしまう環境に長くいると他者の痛みに対して感覚が麻痺していくのだ。組織の中で暴力が日常化していればそれが歯止めを失わせたと思うのだ。でも同じ組織にいた B も同じ環境にいたわけよね。それでも主犯として動いたのは K だけ。生まれ持った気質の違いもあったんじゃないかしら。それは僕も気になるのだ。行動心理学的に見ると反社会性パーソナリティ障害やサイコパシー傾向を持つ人物は他者の苦痛を自分の快楽として処理する回路を持つと言われているのだ。K の行動にはその傾向が見て取れると思うのだ。被害者への凄まじい扱いを見るとそういった傾向を疑いたくなるわ。でもそういう人間だったから仕方ないで終わらせてはいけないわよね。もちろんなのだ。僕が言いたいのはもし幼少期に適切な支援や介入があればその傾向が暴力に向かう前に食い止められた可能性があるということなのだ。もし K が10代前半の時点で信頼できる大人や専門家と出会えていたらあの夜の出来事は起きなかったかもしれないのよね。被害者のお二人のことを思うとそれがとても悔しいわ。まさにそのif仮説が重要なのだ。環境と気質はどちらか一方だけで人を強行に向かわせるわけではなく、組織という暴力を肯定する集団がその両方を増幅させた点がこの事件の最大の構造的問題だと思うのだ。組織が暴力の練習台になって少年たちの感覚を狂わせていったってことをそう考えると組織関与がいかに深刻だったかがよくわかるわ。そういうことなのだ。生まれつきか環境かという問いに対して僕が出す答えはどちらも作用したが、決定的だったのは組織という環境が暴力を正当化し続けたことだと思うのだ。私も同じよ。気質だけで人は殺人者にはならない。暴力を是とする集団の中で育てられた経験があの夜の惨劇を可能にしたんだと思うわ。だからこそ少年が組織に取り込まれる前の段階で社会がどう介入できるかが今もなお問われ続けている問題だと思うのだ。次に僕が考えたいのはなぜこの犯行が長い間気づかれなかったかという点なのだ。グループは事件の直前まで周囲からちょっと素行の悪い若者たち程度にしか見られていなかったのだ。でも実際には近所不当でアベックに組を襲撃して金品を奪い暴力を繰り返していたんでしょう。なぜ周囲も警察も気づけなかったのかしら。そこが構造的な問題だと思うのだ。そのダ組という組織に属していたことで彼らの暴力は組織内の出来事として外部から見えにくくなっていたのだ。組織の壁が彼らの行動を社会から遮断していたってことよね。それが早期発見を妨げた大きな要因だと思うわ。さらに言うと被害者の X さんと Y さんが行方不明になった後もすぐに事件と結びつけられなかったのだ。当時若いカップルの失踪はすぐに犯罪とは判断されにくい時代背景もあったと思うのだ。被害者の家族はどれほど不安だったか早く気づいてもらえればという思いが残るわ。そして社会構造の問題として僕が最も強く感じるのは少年たちが組織に取り込まれる段階で介入できた機会が何度もあったはずだという点なのだ。学校、家庭、行政どこかの網に引っかかっていれば展開は変わっていたと思うのだ。でも実際にはどこにも網がなかった。家庭は崩壊していて学校は把握できず行政も動かなかった。その全ての隙間を縫うように彼らは組織に落ちていったのよね。そうなのだ。早期介入の可能性という観点で言えば K がそのダ組の構成員になった1986年より前、つまり少年時代の段階で家庭や学校外変を察知できていたかが鍵だと僕は思うのだ。暴力を覚える前に誰かが手を差し伸べられていたかもしれない。そう思うと社会全体の問題として捉えなければいけないわよね。少年法の議論も重要なのだ。この事件ではケイト・エイが逆送致されて無期懲役を受けたがそこに至るまでの
家庭裁判所への送致、逆送致という手続き自体、社会が少年犯罪にどう向き合うかの姿勢を問い直す機会だったと思うのだ。少年という理由で一度守られる構造が結果として社会全体の対応を遅らせた面もあるのかしら。難しい問題よね。僕はやっぱりこの事件の最大の教訓は、組織的暴力環境への早期介入を社会の仕組みとして制度化できていなかったことにあると思うのだ。個人の気質や家庭だけに原因を押し付けても同じ悲劇は繰り返されると思うのだ。私も同じよ。加害者個人を裁くだけでは不十分で、彼らを生み出した社会の構造そのものを問い続けることがこの事件を風化させない唯一の意味だと思うわ。 X さんと Y さんのような被害者を二度と出さないために、社会がその問いから目を背けてはいけないのだ。というわけで今回は1988年に愛知県で起きた名古屋アベック殺人事件を解説したのだ。どうだったメタン？少年グループによる組織的な暴力がいかに残忍な結末を招いたか改めて思い知らされたわ。仮説パートで社会構造の問題を掘り下げられたことで、単なる事件紹介以上の重さを感じたのよ。大高緑地公園で車から引き離され、その後それぞれ別の場所で命を奪われた X さんと Y さんはただ一緒に夜を過ごしていただけだったのだ。そのあまりにも理不尽な最後を僕たちは忘れてはいけないのだ。二人のご冥福を心からお祈りするわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。